よいしょ、済んだ済んだ。暑いな。よいしょ。というわけで、とりあえず車検終わってきました。車検については、何遍も動画出してるんで、古い動画。その辺見ていただけたらと思うんですけど、一応値段だけね、ちょっとまた自賠責下がったんで、自賠責下がったんですけど、二輪と普通車はもう、IC チップ付き車検証に変わったんで、ちょっと手数料が100円だけ上がったんですよ。なんで、手数料のインチ代もうこれ1800円で、重量税が5000円で、自賠責ちょっと下がって8760円でしたかね。で、全部足して、あと暑うてね、15560円か。15560円。で、車検受けれました。でね、前回の車検動画見てもらった方わかるんですけど、ちょっと今回1箇所だけ変更して持っていったんです。それがヘッドライトのバルブ、これを LED からハロゲンバルブに変えていきました。なんで一発クリアでしたけど、それのテスター代が1100円。で、前回の動画詳しく載ってるんですけど、その LED、自分のヘッドライトそのものも変わってるんで、レイブリックのマルチリフレクター、これがついてるんですけど、それにデイトナの LED がはまってる状態で、前回の時に普通に車検光量は全然 OK だったんですけど、
工軸が出にくかったんですよ。なんでテスターやで合わしたんですけど、検査レーン入ると、工軸がずれてるって言われて、もう一遍テスター屋持って行って、ほんですぐまた追って返して検査レーン並んで、でももう時間ギリギリだったんで、もうある意味検査員のそのお情けみたいなもんで、まあ OK かっていうぐらいで通ったんですよね。で、このね、まあ、ハロゲンって中心が明るくて、外にボワーンとこう、どういうやんだんだんと暗くなっていくじゃないですか、中心点から。で LED って結構くっきりその暗いとこ明るいとこ分かれてるから、光の中心点が、機械がね、あちこち拾ってしまって、とんでもなく光軸が合ってるのにずれてるっていうのが出たりもあると思うんですよ。そのマルチリフレクターとの相性も確かにあるんですけど、なんでね、まあ、ひょっとしたらですよ、テスター屋の工軸を測るときって、自分でハンドルまっすぐ持って、そこで工軸を合わすんですけど、本ちゃんの検査レーンに入ると、タイヤを左右こう固定されるんですよね。だから、ひょっとしたらハンドルが微妙に曲がってて、自分がまっすぐのつもりがまっすぐじゃなくて、それで合わせたっていう可能性はあるんですけど、それもあって余計今回ハロゲンで行ったんですよ。ハロゲンで行っても同じことが起きたら、ちょっとどっかが曲がってるっていうことじゃないですか。なんですけど、ハロゲンで行って、まあもちろん工軸、テスタ屋で見てもらって、検査レーン行ったんですけど、一発合格でした。で、テスタ屋寄った時にね、やっぱりちょっと古い車両なんで、一応バッチョクの配線新設してあるんですけど、アイドリングでは、光量不足ですね、これ、通らんかもしれんすよって言われたんですよ、テスター屋で。で、ちょっとアクセル回すから、それで足りるかどうか、ちょっと見てって言って、バーって回してたら、数値超えれたんで、ああ、これならいけますわって言って、ああ、ありがとうって言って、まあ、検査レーン入ったんですけどね。でまあ、ちょっと孵化して光量が足りて、工軸はまあ普通にあってっていうことだったんです、今回。なんでね、まあ、古い車両っていうのはこれ一番なんですよね。光量を正すためには LED をつけたのが手っ取り早い。だけど、LED をつけると場合によっては光軸が出にくいっていうね、難儀だなと思うんですけど、これ車だとね、そんなことはまず起きないんですけどね、単車もね、古いのでもカウル車って意外と、自分もいろいろな車両ちょっと車検持って行ったりするんですけど、カウルがついてる車両だと意外と工軸狂ってな、テスタ屋寄らなくても結構通るんですけど、そのネイキッド車両、要するに裸の、まあ、ヘッドライトがついてるやつですよ。ああいうのはね、結構あれ、関門になるんですよね、工軸が。なんでまあ、それで今回も弾かれたら、何遍も行ったり来たりがめんどくせえなと思って、ハロゲンつけていくかと思ってハロゲンつけていったんです。ちょっと反対側を緩めて。まあ、結果的に一発合格でしたね。で、あとちょっとIC 入りの車検証に変わったんで、まあその辺もちょっとあと編集で載せとくかもしれないですけど、だいぶちっちゃくなったんで、これも後で編集で載せときますね。で、新しい車検証なんですけど、こんなもんになってまして、まあ、これコピーなんですけど、原寸大のコピーです。で、まあ、ちょっと、見えたらまずいところはちょっとマジックで黒塗りしてあるんですけども、この辺は QR コードですね。で、今までの車検証だと、この A4 の用紙、これぐらいなんで、だいぶちっちゃくなるんですよね。このぐらいか。なんで、
ちょっと逆にちっちゃくなって、こう、管理が難しいというか、これ、よくある自賠責の袋じゃないですか。これね、微妙にこういう風には入らない。こう入れなあかんのんですけど、でね、ここに IC チップが入ってるみたいなんですよ。なんで、この辺を折り曲げたりしたらちょっとまずいと思うんで、曲げないように綺麗に。で、今までだったら車検受け終わったら車検証が新しくなって発行されるじゃないですか。なんですけど、もうこの車検証をずっと使い続けるみたいなんですよ。だから、まあ、ここら辺の QR コードとかが読み取れないように汚してしまうと、車検の時に書類が出せないとか、そういう厄介なこと起きると思うんで、今まで以上に車検証を丁寧に扱わないとあかんと思います。まあこういう袋に入れた状態で、まあね、意外と単車に積んどくのって厄介ですからね、シートの裏とかに貼り付けとくとか、今までまあそういう風に保存してたんでしょうけど、まあこれなるべく折らないように、まあうまいこと車体に乗せとかなあかんっていう感じですかね。でまあ、今までだったらまあ書類、3枚ぐらい書類書いて、ほんで、受付行って受付出して、で、はい、レーン行ってくださいみたいな感じだったんですけど、もう多分この QR コードを読み込ん、まあもちろん事前予約必要ですけど、事前予約をして、機械があるはずなんで、まあその機械は今でもあるんですけど、ここの QR コードを読み込ましたら、3枚紙が出るはずなんで、でね、ひょっとしたらこれ以降も、住所の欄だけは自分で書き込みせなあかんかもしれないんですけど、まあほとんどその車体番号とか全部載ってるようなもの、そういうものが出るはずなんで、それを機械から出した時点で受付が終了ということになるんで、そのままレーンに並んで OK っていう感じです。多分ね。これ以降は。今年の1月ぐらいからこれに変わってきてるんで、で、4輪の方は普通車と、あと2輪ですね。軽音はまだ普通の昔ながらの車検証のまんまなんですけど、で、あともう1枚これと一緒に、自動車検査記録事項みたいなものが渡されるんですよ。A4 の用紙で。そちらは別に処分しても構わないんですけど、そちらの紙には一応今までの車検証に書いてたような、まあ、ナンバーであるとか有効期限であるとか、その辺が全部載ってます。ただそっちの用紙は次の車検で必要かっていうと別に必要はないです。で、これだけでどうやってその判別するかっていうと、ここの IC チップのところに、まあ、スマホとかでアプリを入れて、車検アプリとかで検索したら出ると思うんですけど、それでここら辺にかざすと、この車検のデータがスマホ上に出るっていう、そういう感じです。だからね、逆にまあ、車検証にその有効期限が書いてないっていうの結構めんどくせえなっていうところはあるんですけどね。まあ、こんな感じに変更になりました。ということで、今回ここまでということで、ご視聴ありがとうございました。よー